これで手がソードレッドになります。これで手がソードブルーになります。これで手がソードイエローになります。こんにちは。おもちゃレビューでナンバーワンになる男、スタルケルです。今回レビューするのは、こちらと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 、こちらです。それでは見ていきましょう。ということで、なんと今日2月15日土曜日から、新しいスーパー戦隊のナンバーワン戦隊50ジャーのおもちゃが発売になりました。はい、また1年ね、新しい戦隊のおもちゃレビューしていきますので、皆さんよろしくお願いします。で、今回は、一応発売されたやつ全部買ったのかな？被ってるやつもあるんですよ。例えば、このセットを買ったんですけど、このセットに、前のね、レジェンド戦隊の戦隊リングが入ってるんですけど、こちら、このクワガタ王者、キングオージャーとブンブンジャーの戦隊リングのこの個別のやつもあるんだけど、このセット買った人はこれもこっちに入ってるので買わなくてもいいです。はい。で、あとテガソードこれ入ってるので、この単品版テガソードも買わなくてもいいですけど、ちょっといろいろちょっとやりたいこともありますので、はい、僕は買いました。はい。で、あとはこのティラノハンマー GO かと、レオンバスター GO とか、はい、これと、テガソード合体させることもできるし、あとはこのブルーとイエローの戦隊リング、はい、も買いましたと。で、あと今年も親戚の子と一緒に行きまして、でこれね、はい、この戦隊リング50ジャーキャンペーンバージョン、はい、これね去年もね借りたんですけど今年も借りていいって言ったら、いやあげるよって言われたんですけど、いやさすがにレビューしたら返します。はい、これね、はい、これと、あと一応本もね、本みたいなやつ、コンプリートブックか、今までの戦隊が載ってる、あと戦隊リングも載ってます。その50戦隊分のやつかな、はい、っていうブックだね。はい、これもめちゃくちゃ勉強になりますね。はい、なんかお父さんお母さんと一緒にさ、パパが子供の頃はこの戦隊見てたんだよとかっていう話ができるかもしれません。はい、ということで早速ね、中身取り出していきましょうか。ちょっと全部開けちゃうと時間かかるんで、ちょっとこれだけ開けようかな。このセットのやつだけ。はい、じゃあこれだけちょっとね開けましょう。さて、どんな中身になってるんでしょうか。これ爪がバックルも入ってるからね。はい、爪がバックルここでしか手に入んないから、セット版ね嬉しいんだよね。はい、ということで、うわー、やっぱ戦隊リング思ってたよりちっちゃい。あれか、子供用だからか。はい、でこれが爪がバックルっぽいね。はい、やっぱ今年も段ボールに入ってる感じです。はい、これがあれかな、戦隊リングがたくさん入ってるやつかな。ちょっと開けてみよう。お、すげえ、戦隊リングいっぱい入ってる。そう、そしてね、戦隊リングちゃんとね、この子供用と大人用のさリングが入ってるっていうのが嬉しいね。はい、じゃあね、すべて取り出していきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。これがデラックステガソードの戦隊リングセットで、テガソード、爪がバックルで戦隊リングが入ってます。でこれがソフビですね。はい、でこれが戦隊リングセットの50ブルーと50イエローのやつで、これがレオンバスター GO で、はい、その対応するリングで、これがティラノハンマー GO で、はい、そのリングって感じになっております。いやで今回ね、やっぱすごいなって思ったのが、この全部の指輪にこの大きいバージョンの指輪が入ってるって、これね、大きいやつ入ってるっていう、これすごいなと思いました。これさ、子供
がねつけるにはちょうどいいと思うんですけど、大人からしたらねやっぱめっちゃちっちゃいわけですよ。なのでこれをこうスライドさせて大きいバージョンにね、はい、こうやってあげることで、はい、大人でもこうやってね、はい、指輪戦隊リングを指にねつけることができるっていう、これ嬉しいね。まあ、ただこれつけてる状態だとこのテガソードのこの部分にね、はい、こうやって入れることはできなくなるので、この爪がバックルもそうなんですけど、なので、まあ、指にはめる時だけ大人はこれに、まあ、変えて、遊ぶ時は基本的にこっちのちっちゃいやつにしようねっていう感じだと思います。じゃあ早速ね見ていきましょうか。はい、じゃあちょっとまずはこのソフビからいっていいでしょうか。はいはい、来ました。50レッドです。こんな感じになっております。この腰につけてるのがこれですね、爪がバックル。はい、これがベルトになってます。で、はい、この顔がこちらのね戦隊リングになってますね。はい、で、この右腕につけているこの武器、はい、これがこちら今回のデラックステガソードになっているという感じですね。はい、っていうこのソフビあればねめっちゃ分かりやすいですよね。はい、いやソフビもなんかめっちゃねツルツルでさ、ほらツルツルで塗装とか造形もめっちゃ細かいですよね、ここら辺とかね。はい、なので、皆さんねソフビもおすすめですので、50ブルー50イエローもねありますので、はい、これもね、はい、戦隊リングと比べるとこんな感じになってます。しっかりね、はい、こっちの戦隊リングの方がねなんかだいぶ細かいね造形してますよね。こうゴツゴツした感じの指輪用の造形なのかな。はい、こんな感じになってます。はい。で、じゃあ次は、ちょっと爪がバックルね、ちょっと見ていきましょうか。はい。これね、こうやってスライドして開くことができて、はい。片方だけでもこうやって、はい、動くようになってます。で、ここに、まあ何でもこうやってリングを、はい、はめて、こうしまっておけると。で、こうやって取り出すっていうことができます。はい。で、この裏にね、はい、これ、まあ、ちょっと一旦、ね、つけてみますか、せっかくなんで。これまず外して、で、ここも外してあげて、で、まずは R だね。R をここに、はい、差し込んであげますと。はい。これ入れるときにちょっとこう、曲げてあげると、スッとこう出てくるかもしれないですね。はい。こうやって入れてあげて、で、そしたら、あ、やべ、危ね。はい。これちょっとこう、上にね、はい、なるように持ち上げて、で、ここで、はい、パチッとね、くっつけます。で、そしたら、さっき外した、これね、はい、これをこうやって差し込んであげて、で、ここで、はい、セットね。はい、まあ自分の腰とかに合う位置でセットして、これを、はい、こうやってね、上から止めてあげれば、はい、これで、爪がバックルのね、ベルト完成になります。まあで、これね、たまにこう、外れる仕様になってます。ここのジョイントで。まあ、なんですけど、外れたらまたこうやってパチッとね、つければいいんで、どっちも。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次は、ちょっと戦隊リング見ていきましょうか。戦隊リング。はい。ちょっと指に刺しますけど。はい。戦隊リングね、こんな感じの見た目になってます。いや、これ、めっちゃかっこいいですよね。この造形も、こう、なんかシワというかなんかこういう、ね、細かい、ね、造形されてて、で、そこに、クリアのね、成型色。で、上から、このゴールドの塗装とこの黒の塗装。で、それぞれの顔がね、再現されてるっていう。これめっちゃいいよね。集めたくなるよね。大きさ的にもね、はい、ちょうど大きすぎず、ね、小さすぎずって感じで、可愛いぐらいの大きさですね。はい。で、これが、はい、こうなってます。はい。このロボットの顔になる戦隊リングと、あとこれ変身するときに使うやつですね。はい。このね、ロボットの顔になるやつの戦隊リングがね、めっちゃ可愛くて、ちょっとこれ全部見てみますけど、はい。こんな感じで、はい。50ウルフのやつですね。はい。これなんか、ちっちゃい手みたいなのがついてんだよね、みんな。ほら、こことかに。ちっちゃい手がついてて、めっちゃ可愛いっていう。
はい。だからこのリングだけでこうポンと置いてても、ほら、なんか、可愛いんだよね。マスコット的な感じで。ね。ちゃんと塗装も細かいですし。はい。っていうね、可愛さがあります。はい。じゃあ次はこちら、レジェンド戦隊のね、はい、戦隊リング、ちょっと見ていきましょう。はい。こんな感じで、竜ソージャーとかね。で、ここ後ろね、はい、これを、こうやって回転させることができます。ここ持って、こうやってあげれば。で、回転させると、はい、こうやって絵柄がね、変わります。ちょっと待って、めっちゃ見にくいんだけど、竜双剣を多分掲げてる絵になってますね、これ。はい。で、あとは、10レンジャーですね。はい。10レンジャーは回転させると、守護10メダルかな、ちょっと。ちゃんと、すみません。カメラがね、ちょっと暗くて、はい、すみません。こんな感じで、あとは、これいっか。ドンブラザーズ。はい、ドンブラザーズ。回転させると、エンヤライドンですね。みこしの上のエンヤライドン。ね、あります。で、次、こちら、キングオージャー。はい。ゴッドクワガタですね。で、回転させると、キングコーカサスカブトね、が出てくるって感じです。で、はい。最後、ブンブンジャーだね。はい。これは回転させると、はい。ブンブンカーがたくさんね、います。はい。って感じで、こういう歴代レジェンド戦隊のね、はい。戦隊リングもありますと。ね、今後、食玩とかね、こういうセットとかでいろいろ出ると思うので楽しみですね。はい。すいません。お待たせしました。テガソード見ていきましょう。はい。いや、これがね、やっぱ一番遊び応えがあるんでね。はい。ちょっとやっていきます。まずは、これ、最初から電池入ってます。ここに。LR44 の電池がね、3つぐらい入ってて、ここ、ね、押して、電池の交換できるんですけど、はい。ここね、オンにします。丸。そうすると、はい、梶裕貴さんのね、声が鳴ります。ゼンカイジャーでいうところのゼンカイガオーンの声をやられていた方ですね。はい。これがいいんだよね。で、ここ押すと、はい、音声とここ、ライト発光があります。はい、リングで契約するという物語になってるっぽいですね。はい。これね、名前の通りテガソードなんですけど、このほら、こういう手になってるんだよね。こんな感じで。はい、手。で、そこから剣が出てるっていう、めっちゃ面白いデザインになってます。で、この金色、これがね、塗装じゃなくて成型色。塗装してない色で、そのままの色で再現してるっていうプラの色で。これがすごい。はい。素晴らしいです。こうやってぶつけると音鳴るんですけど、こうやってたくさんぶつけたとしても、こう削れてもまた同じ色が出てくる。塗装じゃないから。はい。っていうのが嬉しいね。はい。ガシガシ遊べますと。はい。で、こうやって音が鳴ります。で、じゃあ、こちらの戦隊リングをね、ここにセットします。はい、かっこいい BGM と、この変身音ね、と、最後、狼の鳴き声が鳴りましたね。いや、これテンション上がりますね。爆上げだね、これ。はい。で、この状態で、押すと、はい、こういう、キーン、キーンっていう、この斬撃音が鳴ります。で、長押しすると、はい、っていう必殺技がなります。で、これ外すと。はい、こんな感じです。じゃあちょっと他の、戦隊のリングやってみましょうか。せっかくなんで、ね、ブンブンじゃあ行きましょう。
はい。なんか、ダン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 ダラダラダンっていう音楽と、この戦隊の名前、そしてその戦隊っぽい音声が最後に流れるっていう、はい、感じになっております。音楽は全部一緒ですね。他のやつも。はい。なので皆さんも、いろいろ集めてね、鳴らしてみてください。じゃあ早速ね、お待ちかねのさ、この変形やっていきましょうか。はい。これ変形もね、だいぶ簡単というかやりやすいんで、ちょっと一旦音声切ってやります。音声流れるとね、ちょっと説明が聞こえづらくなると思うんで、はい。ここですね、人差し指と中指、これを引っ張ります。はい。で、下に下ろすと。で、これが今足になってます。で、これ腰を回して、はい。で、つま先をピッピッと、はい、出してあげると。はい、これで下半身完成です。で、そしたら次、ここね、これを、はい、肩になります。これをこうやって横にずらしてあげて、腕を下ろします。はい、これで左手。で、次ね、こっちも肩をずらして、下に下ろして、で、ここに剣があるので、これを回転させて前に持ってきて、回転。はい、これで右腕になります。そしたら、この上の剣の部分ね、これを横に引っ張ってあげて、はい、ここちょっとロックされてるので、はい。で、こうやって下に下ろします。反対側も下に下ろすと。で、そしたらこの上の部分ね、はい、これをこのままグッと下にやります。これがね、ちょっとこう、指動くので、この状態だと、こうやって引っかかっちゃいますので、なので、ここでちゃんと畳んでから下ろすと。はい。で、こんな感じで、はい、ロボットの体が完成して、で、ここに、はい、このロボット用の顔のリングをつけてあげると、変形完了になります。はい。っていう工程を、音鳴らしてやると、ちょっとせかされるので、今ちょっと簡単に説明しながらやりましたけれども、じゃあちょっとこれを、音ありの状態でね、やってみましょう。これがね、結構、早いというかね、ちょっとせかされて失敗する可能性あるんでね。はい、じゃあちょっと、はい、これって今簡単に戻しましたけれども。じゃあ音ありでやっていきます。この人差し指と中指を開く。これがトリガーになってて、これやった瞬間に音流れるんでね。はい、じゃあいきます。はい、もう始まってます。はい。で、こうやって、あ、やばい。ほら、こういうことがね、起こるから。はい。で、こうやって、はい、OK。そしたら、最後、ここにセット。これで、テガソードレッドになります。いや、この何が嬉しいかって、この変身音声あるっていうのがやっぱすごい。この変身アイテムとその武器、そしてロボットが一緒になってるっていうことは、いろんな利点がありまして、まずはその3つアイテムをこう買わなくていいっていうね。なので1個買えばその変身アイテム、武器、ロボットが楽しめるっていうのもあるんですけど、このロボットにこの音声とかライトのギミックもついてきてるっていう、これ嬉しいね。最近なかなかなかったからね。このロボットに音声とかライトの発光とかがあるっていうのが、やっぱテンション上がりますね。はい。つかめ、切り裂け、レッドってね、何回も言ってましたけど、はい。こんな感じになっております。いや、いいよね。はい。顔ね。こんな感じです。これを、はい、最後ここパカッと開くことで顔が出てくるっていう、この、ただつけて終わりじゃなくて、こう、開くっていう、この一手間があるのがいいんだよね。はい。いや、で、さっきの指っていうか腕、この手だったとはさ、全然想像できないくらいちゃんと人型になってるっていう。
面白いよね。よく考えるよね。本当に素晴らしいです。で、この状態でここ押すとまた音声発光。はい、この剣の音ね。で、あとこの状態で、はい、こうやって叩いたりしても鳴ります。で、これで遊ぶときは基本的にここを一旦伸ばしてあげて、こうやってね。で、ここをこう掴むと。はい。こうやって掴んであげると安定するので、こうやって、なんか、こう遊んであげると。で、こうやって、はい。なんか、ぶつけたりとかね。はい。って感じです。で、長押しすると、はい。こんな感じで必殺技音声が鳴ります。素晴らしいね。プレイバリューがすごい。いや、このロボットでやっぱ音声発光っていうのがめちゃくちゃ嬉しい。はい。で、この手の部分もなんかテガソードみたいになってて、ね。で、クリアパーツも使われててっていう感じになってます。はい。こう、ちょっと衝撃を与えるとね、こうやって音が鳴ります。はい。おもろい。じゃあ次は、はい。こちら行きましょう。レオンバスター GO。これね、開けた状態、箱から出した状態だと、多分、こんな感じにこっちかな。なんかこういう感じになってるんですけど、はい。こうやってあげて、で、これこうか。こんな感じか。ここ押してあげるとロックが外れるので、この押してないとこれ動きません。押してあげて、で、こうやって回転させると。はい。で、これを、このジョイントだね。ここのジョイントでこうやって組み合わせてあげると。はい。これで、レオンバスター GO になります。で、ここのトリガーを、これ押しただけだと何もなんないんだけど、こうやっていきます。はい。離すと、こんな感じで、めっちゃ大回転します。いや、これマジ、旋風陣を思い出すわ。はい。ハリケンジャーね。はい。こんな感じで。はい。ここがめっちゃ回転するっていう。いや、これ、いいね。はい。で、この、レオンのね、顔と、あとここがね、クリアパーツでできてますね。はい。で、足が、この、持ち手になってると。おもろいね。はい。まあ、っていう、こうやって引っ張って回すって遊びができます。で、これに付属してる戦隊リングが、このね、テガソードブルーの顔になってますと。はい。じゃあね、こちらの、テガソードと合体させていきましょう。まずは、この顔を外します。で、次、右腕も外します。はい。これね、簡単に外れるようになってるので、まあ、って言っても、外そうと思わないと外せないぐらいの強さなんですけど、外すときに、横に、グッて引っ張ると硬いんで、ちょっとね、斜めに、これを、もぎるような、ブエッとね、やってあげると取れやすいんで、そうやって取ってください。で、この剣をしまってあげて、で、これを、この背中のここにジョイントがあるので、ここにくっつけます。はい。そうすると、ちょうど手が、この翼、この羽と一緒に重なって、見えなくなります。はい。これ美しいね。はい。で、次こっちね。まずは、これ外してあげて、で、ここのボタンを押しながら、これを回転させます。はい。こんな感じで。これ回転させるときは、ここにジョイントがあって、ここにつけるんですよ。で、その時にライオンの顔が、ちゃんと、こうやってね、はい、向きが、はい、正しくなってるように、ってことで回してください。で、これを、はい、くっつけます。右腕にくっつけて、で、この上にジョイントがあります。はい、ここのジョイントを、ここにガチッとね、くっつけて、あげますと。こちらの戦隊リングね、くっつけてあげます。はい、これでテガソードブルーになります。すごい簡単にね、はい、こうやって合体できるっていう。いいね。はい、こんな感じになっております。さっきのね、テガソードレッドとはだいぶ
変わりましたよね。この、まず右腕がガラッとね、変わってるのと、青い色がね、だいぶ追加されて、あとこのね、クリアパーツが追加されたことによって、シルエットがだいぶ変わってるのでね、はい。かっこいいね。はい。いや、で、この体がさ、ゴールドっていうさ、この最初から体がゴールドのロボットってなかなかないから、そこも新鮮で、そこに色味が加わっていくっていうのが面白いですよね。はい。まあ、っていうのが、このテガソードブルーです。はい。じゃあ次は、こちらね。ティラノハンマー5を見ていきましょう。こんな感じになってます。ティラノサウルスですね。で、ここの前足、これトリガーになってて、これを引っ張ると、はい。こうやって口がね、こう、ガブガブします。はい。まあ、こうやって遊ぶことができますよと。はい。いう感じで、じゃあこれもね、このテガソードに合体させることができるので、はい、やっていきましょう。すでにね、はい、ロボット状態にしてあります。で、これは、まず、ここ半分に分けます。はい。分割ね。パカッと。美しいよね。このクリアパーツ。はい。で、この足を外してあげて、で、これをパカッと開きます。で、そしたら中のクリアパーツを取り出してあげて、で、ここジョイントがね、はい、ついてますと。はい。で、そしたら、はい、こっちね、はい。これ腕をまた外します。はい。で、こっちも腕を外して、で、この剣をしまいます。どっちも外します。で、そしたら、はい、後ろね、向けてあげて、このジョイントにまた腕をね、つけるんですけど、こうちゃんとくっつけた時に、腕が隠れるようにね、はい、してください。例えばこうやってつけちゃうと、ほら、腕が前から見た時に飛び出ちゃうじゃないですか。あ、じゃあ反対だなってことで、こっちにつけます。はい。で、空いてる方にこっちだね。はい、これをつけてあげて、そうすると前から見た時に手が隠れるって感じですね。はい。で、ここの、はい、ジョイントがあるんで、このジョイントで、はい、ガチッとね、腕につけてあげます。はい、いや、だいぶ大きいよ、この腕は。はい。で、そしたらこのジョイントを、この胸のジョイントにね、ガチャッと、はい、くっつけてあげて、で、最後、こちら、はい、テガソードイエローの、はい、戦隊リングを取り付けてあげまして、はい、これちょっと、電源、はい。はい。で、つけてあげると。これで、テガソードイエローになります。はい。何が面白いかって、まあ、この腕が丸々違うのもそうなんですけど、この胸の強化パーツ、これが入ることによって、ここの真ん中のね、光り方、ちょっとこう遮ることによって、胸のね、光り方が変わってるっていう。これ面白いね。この変化のつけ方、その、ね、合体する、ね、武器によって、この、テガソード、ロボの見た目がもうガラッと変わるっていう、それが面白いですね。あとこの変形の仕方もさ、このテガソードレッドとテガソードブルーはこうやってパカッとこう開けば顔が出てきたんですけど、このテガソードイエローはここの横にこう開くと、こんな感じで横にスライドしてあげて開くっていう、ちょっと変形が変わってるっていうところもう面白いね。はい。でこれね、ちゃんと腕をこう動かすことができて、動かすとこの尻尾が邪魔になるんですけど、それをちょっとこう逃がすことができると。はい、こんな感じで、これスプリングかな、なんか、はい、スプリングっぽいですね。はい、になってる。はい、こんな感じで、はい、ポーズをね取らせることができますと。はい。でこっちももちろんこうやって腕を前にね向けて、その状態でこうやって、はい、ここ回すこともできますし、こっちもこうやってこの状態で、はい、ガブガブね、あ、こっちはできないかな、こっちだけか、はい、こうやってガブガブねさせることができますと。はい。
うわー、おもろいよね、本当に。すごい。この最初からこういうね、プレイバリューがすごいものをね、出されてしまうとね、はい、今後も期待ですね。はい。まあ、という感じでしょうか、今回の動画は。はい。あれか、これだけやってなかったかな。ちょっとこれだけ最後、やってみるか。はい。50レオンって言ったかな。これ面白いのが、このロボットの状態でこの戦隊リングつけると、これが顔みたいになるっていうのがまた面白いんだよね。ちょっと音声は一緒なのかな。あ、なんかお、フィニッシュフィンガー50じゃだ。はい。とか、まあ、このイエローの、まあ、さっきね、このテガソードイエローの顔でしたけれども、もう普通にこの50イエローの顔にすることもできると。こうやってね、はい。騒がしい。はい。こんな感じで、ロボットなのに顔はこの50じゃみたいな、こういうこともできると、はい、いう感じなので、はい、このリングね、集めれば集めるほどまたいろんな音声もありますし、こういうオリジナルの、まあ、合体というか、遊び方もできますので、皆さんね、楽しみにしていてください。いや、ちょっとね、素晴らしいね、これは。はい。ちょっと戻しも一応やりますか。まあ、逆の手順なんだけど、こうやって半分にしてあげて、で、ここに挟めると。はい。こうやって挟んであげて、で、この時にね、この、はい、顎がずれてね、なる時があるんで、ちゃんと顎をね、一緒に組み合わせてあげてください。はい。こうやって、あとここね、指ね。はい。ここもちゃんと組み合わせてください。はい。で、こっちね。こっちも、ちょっと一旦外して、これも外して、で、ここ押しながら回転。はい。で、上からこれ取り付けてあげると。はい。こんな感じです。で、あとこれか。このロボットからの戻し方。まあ、さっきも一回やりましたけれども、まずは、ここだね。指だね。指をくっつけます。で、ソードを伸ばします。はい。で、ここちゃんとね、こう、互い違いになってるので、こう下をこう例えばこうはめてから上をこうピッとはめるみたいな、はい、こんな感じでやってあげて、で腕を上に持って下か、はい、下に持ってって回転だね。ここで回転下に持っていく。でこっちも回転でこれを畳むと、はい、でつま先戻して回転して畳む。はい。あれこの時にちょっと干渉したんですけど。はい。はい。戻すとこの願いを言えモードになるんで、で、こう沿わせてあげて、親指のね、はい。こうやって一直線になるように。はい。で、こうしてあげれば、はい。テガソードに簡単にね、戻すことができます。はい。まあ、っていう感じでしょうか、今回の動画は。ね。はい。いや、これはまた1年ね、楽しみですね。はい。まあ、って感じで、個人的にはこのレッドの、なんか武器みたいなのが、いつ出てくるのか。出てくると思ってます、僕は。はい。なので、いつ出てくるのかがね、楽しみなので、ちょっと、それね、はい。レッドの武器、はい。楽しみです。はい。で、あと、ストーリーもね、楽しみですし、今後いろんな戦隊リングが出てくると思いますので、はい。あとは今後、まあロボットだよね。はい。まだ、
テガソードグリーンとテガソードブラックね、発売されてませんので、そこら辺ね、出てきたら、また買ってレビューしたいと思いますので、皆さんね、よかったらね、楽しみにしていてください。ということで、皆さんも何かね、50じゃ楽しみですとか、これ買いましたとか、あと、なんかこの戦隊リング欲しいですとか、まあ何でもいいので、コメントあったらぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ここから動画以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォロー、チャンネルメンバーシップも始めております。限定スタンプが使えたら限定動画見れます。あと、グッズも発売してますので、よかったらチェックしてみてください。以上、スタルケルでした。